こんにちは、ゆらここです。今回は四角と長方形をつないだキルトトップのご紹介です。作り始める前は四角形だけをつなごうと思ってたんですが、短冊を切っているうちに大きいチェックを生かしたくって長方形も加えることにしました。それでも基本の縫い方は正方形の縫い合わせとほとんど同じです。以前に四角つなぎでクッションの作り方をご紹介しましたが、基本の縫い方や、角を合わせてきれいに縫うポイントなど説明が不足していました。正方形の縫い方は他の三角形などを縫う時のすべての基本になります。ですので今回は正方形の基本的な縫い方と長い列と列を縫い合わせるときに角を揃えてきれいに縫うために気をつけるポイントなどをご紹介したいと思います。短冊をカットしていきます。今回は9センチ幅です。短冊を組み合わせて短冊セットを作ります。何本ずつでもいいのですが、多くなりすぎると後で全体を組み立てるときにピースを動かしにくくなるので、2本から4本ぐらいにしておきます。今回は3本を合わせます。縫い代は7ミリです。アイロンをかけます。縫い代は濃い色の方へ倒しておきます。縫い上がった短冊セットを端から9センチ幅でカットしていきます。端から縫い合わせていきます。左端は縦の長方形なので、ここはそのまま縫い合わせます。残りはまず、横同士ピースを縫い合わせていきます。横をつないだら今度は横に長い列同士を縫い合わせていきます。ここで横長の列を縫い合わせる際の基本の縫い方と、角をきれいに合わせるためのポイントを説明します。基本となる縫い方は、まず
縫い代です。縫い代はこう交互に、ではこっち、向こうは反対に交互に倒して、これをしっかり噛み合わせてからここを縫います。縫い代を交互に倒して噛み合わせる、これが基本の縫い方です。で、待ち針ですが、私は基本的には待ち針は使いません。使わなくてもこの縫い代を倒して噛み合わせることで、ずれることがないのできれいに縫えます。それで今度横の長い列を縫い合わせるときに、気をつけるポイントがいくつかあります。まず最初に縫い始める前にこの列同士の長さを合ってるかどうか、ここをチェックするっていうこと。列同士の長さをチェックする。でこれが、一番最初のこの段階ですでに列の長さが違ってる、1センチとか違ってたら、もう多分それは縫ってきれいに合うことが難しいので、縫う前にもうそれは分かりますので、そこでもし長さが違っていれば、一つ前に戻って縫い代の幅を確認して、で再度調整が必要になるっていうことになります。で次にチェックするのは、列同士の縫い目の位置です。こう見たときに、これ今1、2、3箇所、こちらも1、2、3箇所縫い目がありますけれども、これだいたい全体の長さが合っていれば、こう激しくずれるっていうことは多分それほどないんだと思うんですけれども、やっぱりどうしても縫っている途中で、縫い代のブレっていうのは必ずあるので、縫い目の位置がやっぱ違っていることはあります。でそんな時にどうしたらいいかっていうと、トータルで考えて長さを合わせることができれば大丈夫だっていうことです。例えば、ここがずれるわ、少しずれる、例えばこっちがこっち少しずれるけど、こうやって合わせた時になんかここをちょっと引っ張ってやれば、こっちとこっちの両隣の縫い目は合わせることができるということであれば大丈夫です。またどうしてもここだけずれてて、こっちもどうしてももうちょっとずれると、こっちが結構ずれるけどこっちもまだ少しずれると、その場合でもこことここがずれてても、こっち側とこれのもう一つ隣の縫い目のところでこことここで合わせることができれば、ここだけでズレは収まってしまうので、その場合も大丈夫です。大変なことにはならないと思います。で一番問題なのは、一つずれてここちょっとずれた、こっちに行ったらこっちよりももっとずれた、でこっちに行ったらここよりももっとずれたっていう時は、もう一方向にこれが例えばずっと長くなっていって、ここだとすごく大きなずれになってしまうので、そういう場合はちょっと問題なんですけれども、それでなければここ1箇所もしくは2箇所ぐらいでずれがとどめておけるのであれば、それは大丈夫です。全体を縫っても縫い直したりすることはそんなに必要ないと思います。で思ったよりこの縫い目の位置に癖がかかっているので、
足りない方を少し引っ張ってやると思ったより伸びます。で、反対にこっちがちょっと長いなと思うと、長い方の縫い代をこっちに倒してやると、反対にここに少し癖がかかりますので、そういう縫い方の調整によって小さなズレは少しずつ調整していけるので、一方向に大きなズレができない限り、なんとか縫えると思います。目打ちをうまく使って、縫い代同士の噛み合うところをピンポイントで押さえて縫うと、より確実にズレが防げると思います。